ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだケンタ兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやでもファミチキよりかはやっぱ7チキじゃない？でも L チキもいいのか。L チキの方がよくない？お前何言ってんだよ。ファミ7チキ？わけわかんない。7チキってか。あ、唐揚げ棒一択だろ。そうマジ。あれ？ねえ見てあんなところにさ土管あったっけ？いやこんな道の真ん中にはなかったぞ。そう昔なんかこんな土管でかくれんぼとかして遊んだよね。でもおーやったな、ね、こんなに土管に入るんだ。うわー兄ちゃんが土管に吸い込まれちゃった。あれどこにどうしよう。お出てきた。大丈夫だった？ドキドキ大丈夫じゃないね。赤い服にオーバーオールでマリオみたいになってるよ。あれこれ どうしたら戻れるんだ。どうしたら土管に入ってから様子がおかしくなったから、もう一回土管に入れたらいいのかもな。入ってた。これで元に戻るはずかな。お兄ちゃん出てきた。大丈夫？ママミヤダメですね。もう土管嘘だよ嘘戻ってこれたぞお前ちゃんと。いやよかったよお前無事に帰ってくれたことだしな。今日も掛け声教えてやるよ。じゃあ陽介今日の掛け声はこれだ。あいおうあんうおうえういあいおうあんうおうえうい。わかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん間もなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。3秒いじくっても出ない。マイヤマサラカスパイヤマサラカそれ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤマサラカスパイヤのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介です。ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。今日は分かんなかったわ。嘘。アイオだよ。アイオマリオ。アイオね。アイオオマリオのそういうこと。アンウオウジャンプ力えういえぐい。そうアイオオね。そうアイオオだから区切って言って。そうするとアイオオってなる。そしてマリオのって絶対いかないじゃん。絶対アイオオいいよ間違ったからいいよもうまあもう出てなかったから大丈夫だ。ということで、40年前の今日、9月13日は、スーパーマリオブラザーズが発売された日、すごっ。すごいね。40歳同い年じゃん。同い年生まれ年も一緒ね。すごい。アメリカのゲームエンタメ情報サイト、IGN が2007年に発表した、世界で史上最も影響力があったゲーム100選で、総合1位になって、2020年にはシリーズ累計5億6000万本以上売り上げ、ギネスにも認定されました。ものすごいね。すごいよね。これは何かある？5億に6000万に匹敵する何か40年で。でも稼いだお金だったらいくんじゃん。5億？いかないわ。いやでもさトータルでってこと？トータルしたらさいくんじゃない？全部使ってなかったとしたら。そうだって単純に考えたらさいくんじゃないか。いかないわ。5億って相当だな。だって一般の人で生涯2億とかでしょ。いやでもよ、もらったお年玉とかを全部入れてだよ。稼ぎ出した年収でとかじゃないよ。じゃないか。生まれた瞬間からだから出産祝いとかも含めたら全部含めていったら行くんちゃうかな。行くんちゃう。出産祝いとか入学祝いとかも、全部合わせていったら自分がいることによって生まれたお金。そう
だったら行くんちゃうん知らんけどでもだってこの業界入ってから15年でしょもう俺とか。まあ長いね。そう長いじゃん。で普通のさ、要はサラリーマンとして働いてる人たちっていうのは基本的にいろんなものが天引きされて、今のお給料もらうじゃん。確かにね、税金とかを払う前で稼いだ額、そう額面として僕らはもらうから、源泉徴収もされてない。そうもう純粋けどさ、違うそれ言葉選んで純粋じゃないみたいになっちゃうからサラリーマンはいやいや純粋なのよ別に。その純粋だけど、いわゆる何も引かれてない状態の営業利益になるね。だから個人事業主だから、だからそういう意味で考えると、まあ15年でしょもう、行くかもしれないよね。年収換算してさ5億。ちょっと待っていや5億ってすごいな。それ年収何千万とかになるよ。その10年15年でぴったり考えたらそうなっちゃうけど、だから今まで稼いだ金額だからね0歳からね。0歳からはいはいはい。そう考えたらバイトとかいろんなものも合わせても40年だよ。まあそうね。40年で5億って1年換算にするとどのぐらいなんだろう。40年で5億単純にだから1200万とか1250万か。だから1250万鳴らすとすごい金額だな働いてない時もその額がその額が動くってことかそれはすごいな。そう言ってないわ。いや言ってないわ絶対に。絶対に言ってないわ。数えを難しいわ。難しい。でも抜けた髪の毛だったら行くかもね。いやそれ誰でも言ってるはいメッセージいただいてますラジオネーム夏みかんじゅうじゅさん。はい、ありがとうございますスパイの皆さんこんにちは。こんにちは。特にこれといったメッセージが思い浮かばなかったので送らせていただきました。どうぞどうぞ。昔スパイにすごくハマっていて最近再ブームが来て再ブームって再びのブームってことか。そういうことだね。ライブに行ったり曲を聴いたりしています。ありがとうございます。一つ悩みを挙げるとしたら、もっともっとスパイアノさんの曲を聴きたいので、たくさん新曲出して、たくさんライブを開催してほしいです。よろしくお願いします。かしこまりました。ね、ちゃんとやっていきましょう。ラジオネームタカトさん。さらっとしてんな。よすけさんけどさ、こんばんは。はい、こんばんは。いよいよジャストライクですが近づいてきましたね。もうセットリストって完成してるんですが、まだ完成してない場合は 100% 中の何パーまで決まってますが、ワクワクしたいので教えてください。ゼロですね。収録日時点ではゼロじゃない。1% ぐらい。1% ですね。現在でもね、曲数が多すぎる今回。多いね。2日合わせてマジで。これはそんでね、やったことないから俺らもそのアニメ曲だけとかさね。で1日目はもう「Just Like This」テーマソングの日じゃん。もう曲目見た段階で、ライブが組みにくいね。ほんとそう。もうさ1日目はさ登場感ばっかりあるじゃん。オープニングとかを想定して作られてる曲がさ数曲あるわけでさ、2日目はさアニメだからさ、そういうこのバーンってさパンチの強いさ味の濃いさ、曲が8つずーっとメインディッシュ出てきてるみたいな、もう胃もたれするよこれみたいなっていう想像はできる。いやだからまあこれやってみないと分かんないよ。そう分かんないんだよ。だからもうすぐまだね収録日時点ではリハやってみないと分かんないって感じだね。いや頑張ります。頑張りましょうか。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージフォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカお送りした曲はスパイアでチェイス・ザ・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。Πρόκειται για έναν φίλο。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。いやこれむずいね。これはでもΠρόκειται για έναν φίλο。Πρόκειται για έναν φίλο。だからなんかヨーロッパの方だだとは思うんだよね。言ってるよ。
その巻いてる感じ。プロケテギエナンギフィエでもヨーロッパのど真ん中ではない気がするんだよな。ロ。おーいいね。だよね。いいね。にしては癖が強すぎるから、まあ中心地、だからヨーロッパでも意外との国じゃない？違う？ちっちゃすぎて分かんないかもみたいな、マイナーな意味で言ってる？それはマイナーではないけど意マイ外な国ナーではないし、俺の記憶が正しければオリンピックとかやってた。どこだろう、分かんないな全然。オリンピックのそのあれがぐらいの国。俺が思ったのはドイツ。ファイナルアンサー？まあ違うのは分かるけどいいよそんな。ギリシャ語です。ギリシャね。ちょっとねバチカンとかあの辺のそう地中海よりね、そっちか。そっちか。そうそっちだったな。だんだん絞れてきてる。なんとなくね、そのあれは分かんないよ、側は。そう、側は分かんないよ。いつか当たるといいね。だから中心じゃないと思ったわ。ヨーロッパはヨーロッパ圏でもないかと思っちゃった、ちょっと。ということで今週もいただいてます。ラジオネームカバンさん。どうしたカバンツボがわからん。ツボがわからんな。怖いな。こんばんは。僕の友達の話を聞いてください。友達は休日出勤をして仕事を終わらせようとしていました。会社には人もおらず、めちゃめちゃ仕事もはかどり、週明けの分も先にやるかと仕事を進めていました。そしてちょっと集中力が切れ始めた頃、もう一度やる気を出すために好きな曲をスマホのボリュームをマックスにしてかけていました。曲をかける人がいないということは歌いますよね。はい、歌っていたそうなんです。もちろんスパイアも。すると会社の応接間がガチャッと開きました。そこから上司が出てきて、気持ちよさそうに歌いよったね、今度の忘年会はたくさん歌ってよと言われ、友達ガチガチ、ヘラヘラ笑ってその場をごまかしました。後から聞くと、上司は会社の近くで飲み会があったらしく、すごく酔ったから次の日は休みで誰も来ないだろうと思って寝てたらしいです。あくまでも友達の話です。でもさ、怖くね？寝てたことが怖いってことでしょ？いや、びっくりするでしょ。だっていきなり上司出てきた。そう会社ってそんなずっと入れるんだ。いや、入れないよ。入れないんだけど、うん、別にそのちゃんとさ、こうどういう人なのかが分かれば会社は入れてくれるじゃん。でもさ、夜とか警備員さんが巡回しないの？巡回はしてるだろうね。でもこいつらかみたいな感じでそう、まあしょうがない。これはもうね、上司にも言った方がいいね。これはね、いるならいるって言ってくださいよね。まあ言えない、寝てたからね。まあね、でもなんかまあそっか、そこまでのあれはないか。いや、なんかいますボタンみたいな。なんなんだそのなんか OK 枕みたいなさイエスノー枕みたいなさそんなボタンないよということで、こんな感じで皆さんが友達から聞いた話をしてください。僕らは決してあんたの話しなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。じゃあ今日は健太の選曲ですね。そう、ラジオネームカバンさん。はい、カバンさんの話を聞いて、俺はこの曲が出てきました。嵐でハピネススパイエアのマサラカ。お送りした曲は嵐でハピネスでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。はいよ。今週もお悩み届いてます。ラジオネームシーナさん。はい。最近の悩みは SNS です。勤め先の公式 SNS を動かしているのですが、主語が抜ける、英単語が一文字足りないなどの誤字、言葉の締め方や改行、行間の使い方に、統一性がない、投稿された時の画面で絵文字だけ1個改行される計画性のなさ、などなど公式さんとしてうまく投稿できていない気がします。どうしたら納得のいく公式さんになれるでしょうか。多くの人に見られる SNS を動かすことに慣れているお二人から、普段投稿するにあたってどんなことを気をつけているかなどアドバイスをいただきたいです。いや、うちの公式さん、そう、うちの公式さんを抱えてる我らが言えることはないですよそうですね。何ですか、気にしてることは。公式さん気にしてること、僕ら公式さんじゃないからね。そう
やなんかすごいあれだよ。あまた消えた。あまた出た。いやまたごじっててまた消えたみたいな。ああうちの公式さん、うちの公式さん、はい、うちの公式さんも同じってことだねミスを訂正しなきゃいけないもんね。それはもうしょうがない。そうね、そうしょうがないことですよ。だから、はいしょうがないですちゃんと確認してから発信するんですよ。確認してるよみんなそれはね1対何十万人ね1対何十万人ね。それはもうそうでしょうがないですよ。それはまあね時間の問題とかもあるしね、そう何時にあげなきゃいけないとか。そうですで言うならば、うん僕も5時は全然すげえするんで、うん俺の5時はえげつないんで、うんもうでもだから俺らのと公式さんは違うのやっぱ。俺らは別に訂正しなくてもいいから5時を。まあね、そうすに点々なのかつに点々なのかとかさ、うんそういうのも気使わなくていいじゃん別に。はなのかわなのかとかさ、まあえなのかへなのかみたいな。でもまああれに言うんじゃない、上げているデバイス、いやでも PC とスマホでもさ、まあだいぶ違そうのね。文字感がさ違ったりするじゃん。そうね。でもあとセンスだよね文章って。多分いろんなものを多分ねそれこそシャープのさ、うん公式とかさ、うんそういうのパクるのが一番早いんじゃない？あー使い方としてね。その文章をパクるとじゃなくて、はいその運用の仕方とか、うん文字のその入れ方とか、そういうのを真似するのが一番早いんじゃないかなと思う。佐藤二郎さんの X とかすごいよね。そうなの。うんこしか言ってない。何のアドバイスお悩み受ける気ある？いや、ねそれぐらい、うん SNS ってそれ公式さん？企業の公式さんで大丈夫ですか？今話企業じゃない。今佐藤二郎さん企業の話をしてます。企業のねはい、個人の公式とかどうでもいいです。はい。この方会社のって言われてるんで、はい、そうかそうか、はいじゃあ会社のイメージが全部背負ってるってことね。そういうことです。はい。うんことか言えません。だからまあアドバイスするならあれだね、スパイの公式は別に見なくていい。そういうことじゃないのよ。だからシャープとかのああいうさ、すごいたびたびバズってるさ公式あるじゃん。あれもあれでさ、そのシャープがやるから面白いみたいなこともあるじゃん。あるもちろん。なんでそういう人たちの公式って文章の改行とか分かりやすさ、絵文字の使いやすさ、画像の入れ方はいはい。ってやっぱセンスある人がやっぱ担当やってるから、面白いのよ見てて。その文章とかさ、はいはいここ開けるんだわざわざとか、ここは考えさすんだとか、はいはい。っていうのを多分見るのが一番早いと思う。でもちょっと前あれだったよね。みんなこうバーってスクロールするから、めちゃくちゃ改行をそう多くしてね、多くして、そのできるだけ画面にいる時間を長くするみたいな。詰められるようになっちゃったからね。ね、あれでしょ、 Twitter なんか、じゃあ見た X か。でもあれさ、マークついてたら大丈夫。ドットでもいいよねあれは。そういうこと？でもあれ表示するさ制限ができたじゃん。もっと表示するんなっちゃったからそれできないよね。むずいよね。いやまあだからそうだね、なんかそういうロールモデルを1個作ればいいと思う。まあ何個かまあ何個でもいいけど、何個かあれして、なんか自分に合ってるね、やつじゃないですか。あとはミスに関してはもうこれは何回も見るしかないですね。ミスはね、これはもう要確認、絶対で。あとできるだけだからパソコンとかでねアップした方がいいと思うんだよね。まあでもねパソコンの画面も難しいけどね。やっぱりまあでもさ、スマホの方がほら確認しやすいね。スマホさ、例えばじゃあ、まあ機種にもよるかもだけど、まあこう確認してる時に、こう気づかずに句読点打ってるとか、触れてね、そういうのもあったりするじゃん。だったら PC の方がよくない？ PC も打ち間違いってあるからね普通に。打ち間違いあるけど、ほらその確認の段階ね。なるほどね。作り終わりましたで確認してますで、こうやってこうやってます。いつの間にかここ当たってるみたいな、で最後のそこになぜか変な丸があるみたいな。 iPad も一緒じゃん。 iPad もう一緒か。タッチのやつはやっぱそういうのあるよ。まあ確かに、だから PC の方が安全だと思う。そういうことか。だからまああとは iPad に Bluetooth キーボード。でもまあこうやってスクロールしないといけないわ。じゃあみんなよ。PC でやりましょう。らしいです。はい。の方がいいかなと思います。はい。頑張ってください。公式さん。
ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください。はい皆さんからのお悩みをお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Bring the Beat Back です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということではいよ。いやもうみんなやっぱり悩んでんだね。真面目に悩んでるからだからうんことかにはよくないもほんとよくないと思う。うよくないよくないけどなんで企業のさ公式とさ個人の公式混同してるの。いやもう分かんない。企業って言うとるやん。だから何々の公式も個人の場合があるじゃん。例えば佐藤健さんだったらだからそれは個人じゃん。でも佐藤健さんの公式なわけじゃんそれ。この人は会社のって言うとんの。読解力を磨いていきましょう。そうですね、はいお知らせものございます、はい現在ボートレース2025新 CM ソングの Chase the Shine 配信中です、はいそして Just Like This 2024の、サブスクですね、はいこちらも配信開始されました先週、はいぜひ聞いてください。そして今年も Just Like This 2025が開催されます、はい日程は9月27日土曜28日日曜の 2days です、会場は山梨県川口湖ステラシアターです、はい Day1 Day2 ともに異なるテーマとセットリストでお届けいたします、はいそして会場限定シングルの Bring the Beat Back も発売決定しておりますので、はいぜひぜひチェックしてくだよろしさい。くお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください、はい番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。